日本の皆さんは韓国人と仲良くなれません。理由はシンプルで考え方が根本的に違うからです。K-POP とかカンドラ見て誤解していませんか？優しいとか情熱的とか努力家？皆さんが見るべきポイントはその他にもあります。僕は28年間、日本と韓国の両方を内側から見てきました。家族、学校、友達、飲み会、仕事、沈黙、衝突、和解とかも全部見てきました。今日は日本人と韓国人の考え方が全く違う理由について説明します。5つあります。感情と意見の出し方違う。勝ち負けへの温度感が違う。他人の評価との距離が違う。人間関係の清潔が違う。完璧主義とスピード感の話が違うってことです。それでは見ていきましょう。一つ目は、感情と意見の出し方が別の生き物レベルで違うということです。9割ぐらい価値観衝突するかもしれないです。同じ人間でも操作マニュアルが違うんですね。日本はどうですか？不満があっても一回飲み込むんじゃないですか。本音は丸めて、言葉を選んで、タイミング待ちますよね。表情は安定で、声量は一定で、場を満たさないですね。今は見はない。空気を読む。後で考える。これ、日本だと成熟した大人の振る舞いですよね。一方、韓国では嫌感が出た瞬間言語化します。嫌ならの納得しなければ顔に出る。さっきまで笑顔、次の瞬間ムス。切り替え超高速ですね。冗談の中にも本音が混ざる。感情と発信言ってることがずれないっていうのが、これが誠実なんですね。韓国という国では。ここでズレが起きるんですよ。お互いのことが分かっていないと、日本人は韓国人をこう感じる。あれと怒ってます？今どの段階？地雷踏んだ？なんかドン引きされてる。どうしたんだろうって思いますし、なんか自分と話していて日本の方の反応が薄かったら、関心ない？拒否？本音どこ？っていう風に思っちゃうんです。だからもうこういったところでお互い分かっていないとズレが発生します。二つ目は、勝ち負けへの温度感ということです。日本の場合、ほどほどで長くですよね。勝ち続けるっていうより、続けられることが大事な気がします。負けても感情は表に出さない。努力は尊い。でも、休むのもあり。勝っても、いやいやいや、周りのおかげです、みたいな感じですよね。社会全体が長期的に安定的に空気を乱さず、関係を壊さず、全員で沈まないことが優先されているような気がします。わかんないですか？そう思いました。一方、韓国は勝敗が見えた瞬間、価値観が切り替わります。それはゲームになっちゃうんですね。勝つか置いていかれるか。習慣はほぼ存在しない。負けたら本当に悔しい。勝ったら全力で喜ぶ。動力は正義で、渋滞したら遅れてるぞ。止まった瞬間、もう脱落する感覚なんですね。だから皆さん、例えば対戦型ゲームをやるじゃないですか。そうするとゲームのゴールって勝つことになってしまうんですよね。一人で楽しむプレイじゃなくて、1対1で勝つゲームってなったら、勝ちたくなるわけなんですね。それが韓国社会のような気がします。だから、韓国社会ではですね、成果が出なくなると評価が下がって、選択肢が減るっていうのがあるから、例えば入試でもそうなんですけども、だから全力になって感情も熱くなるんですね。だからこういうのを見た日本の方は、なんでそんなに入れ込むの？勝ち負けで生き方を壊さなくてもいいんじゃないの？って聞いちゃうんですけども、逆に韓国人が日本人を見たら、根拠をなんで出さないの？危機感ないの？って不安になるんですね。この前提の価値観が違うわけであります。三つ目、他人の評価との付き合い方が違いすぎます。日本はですね、評価もちろん大事ですが、あくまで参考情報の一つですよね。褒められなくてもまあいいんです。何も言われないってことは問題ないってことですよね。無関心というのは平和ってことであって、ほっとくっていうのも尊重なんですね。空気に合わせてみんなで平均点に寄せますよね。そっとしておくっていうのも優しさですよね。だから職場、近所、親戚でも相手のこと、周りのこと、いちいち評価しません。深く踏み込めません。距離を保つことっていうのも思いやりになります。韓国では競争社会なんだから、評価は空気じゃなくて酸素なんですね。酸素ないとどうなりますか？大変ですよね。だから、それと合わさって周囲の目を意識するようになります。小学生の頃から順位、比較、点数の世界になって、テスト、進学、会社、年収、結婚、SNS 反応、評価っていうのが自分の現在地になるんですね。これ言ったんですけど、ゲームなんですから、勝ったら楽しいわけなんです。勝ったら見えてくる世界も違ってくるはずなんです。だからもうエンジン全開にして見られてる、期待されてるのがエネルギッシュになるわけです。でもやっぱりどの社会もいいことがあれば、良くないところもあるわけで、これが行き過ぎると自分今ダメでどうすればいい？周りみんなうまくいってて悲しいみたいな評価に考え方になることもあります。だからこういう考え方の違いがあって、日本人は韓国人を見たらなんでそんなに干渉してくるのってなるんですけども、韓国人からしたらあなた
たなんで周りからそんな興味ないの？なんで周りから見られたくないの？なんで放置されたいの？ってなるんですね。だからこういったところでも価値観が違うわけでなります。で、4番目、人間関係の価値観そもそも違うってことです。日本は人間関係、流動的で、グラデーションな気がします。もちろん上下はあるんですけれども、それも空気合わせて、調節していく。今日は敬語使います。明日はタメ口使います。年齢は後から分かればよくて、大事なのは今この場が回っているかですよね。だから皆さん、タメ口というのも、その場の空気によってタメ口使うことありますよね。相手の年齢知らなくても。だから線を引きすぎない方が優しい。状況に応じて距離を変える。柔らかく、曖昧に角を立てないってことあるんですね。で、一方、韓国ですね。人間関係は構造的なものです。年齢っていうのがそのうちの一つですね。先輩なのか後輩なのかを整理します。その上で敬語かタメ口っていうのを決めるんですよ。だから、韓国の方、日本に来て、例えば区役所のおじいちゃんおばあちゃんが初対面でタメ口使うじゃないですか。そういうことに理解ができてないと日本人のコミュニケーションの仕方がなんでバカにするんだろうって誤解しちゃうんですね。だから韓国では役割分担っていうのがあって、年上は責任を取りますと、年下の面倒見ますと、年下は礼儀を最大限払いますと、リスペクトしますよってところがあるんですね。だからこれが最初の段階であるから、どう振る舞えばいいかっていうのが明確になります。だから日本人は韓国人を見てこう思うわけです。なんでそんなタメ口に敏感なの？その場の雰囲気が大事じゃない？でも韓国人は日本人を見ると、なんであなた初対面なのにタメ口使ってくんの？なんで上下関係そんなに曖昧なの？って逆になっちゃうんですね。で、5番目、完璧主義 VS 高速実行なんです。これが一番根本的なところですね。能力の差とか努力の差とかではなくて、いつ働くか、何を良しとするかが違うんです。完成度を上げ切るというところがありますよね。その中で想定外を潰して一つ一つ丁寧に詰める。99、99.9、99.99、100点になりますよね。だからその中でも失敗せずに100点に近づけていくっていうのが大事なところだと思います。一方で韓国は80点も早く出せみたいな、スタートしろ、早く走れ、走りながら直せみたいなことなんですね。だから失敗は想定内であって、とにかく速いスピードでやって、回数で押しつぶすか、回数の中で失敗したことを繰り返しながら精度を上げていくかってことなんですね。で、ここで日本人との価値観が衝突するわけなんです。日本人からしたら、あなたなんでそんな適当なの？今100点まで詰めてないですよね。そのまま出すのって怖くないのって見えるんですけども、逆に韓国人はいつの間にそれ完成しますか？いつまで準備するんですか？なぜこんな早く動く社会にあなたは一つ一つ丁寧にやってるんですか？だから、日本の方は失敗回避、韓国人は機械獲得を目指して、どんどん動いているわけなんです。もちろんどっちもね、合理的なものだと思いますよ。特に日本という国、社会に対しては日本人の考え方が大事だったから今そうしているわけだし、韓国という国では今までそういう考え方が大事だったからそうしてきたわけなんだと思います。こういうお互いの考え方が分かってないと事故るんですけれども、逆に分かってれば、こういう人たちはもうやってみてから修正するんだ。こういう人たちはもう慎重に100点を狙ってるんだってことを分かって、このお互いのところの多分長所も短所もあると思うんですよね。じゃあ今この場面ではどっちを使うべきかってことを理解して、最適なものを使えば良いんじゃないかなと思ってます。ここまで見てきた通り、日本人と韓国人根本の価値観全然違いますね。これはね、正確なんですけれども、善悪ではない気がするんですよね。さっき言ったんですけども、それぞれ社会の価値方が決まっている、求められるものがあって、その歴史の中で人はどう動くべきだったのかっていうのが積み重ねになって、感情の出し方、努力の仕方、人間関係の型を作ってきたと思います。だから違いが生まれた。これ当然だと思っているんですね。で、僕はこの話をしていて、あなたたち韓国人の考え方を受け入れてくださいなんて1ミリも思っていなくて、韓国人はこういう背景があって、多分そういう行動してるかもしんないですねっていうことを理解をしているのとしていないのって全然違うじゃないですか。だから、理解ぐらいはした上で、それでも嫌だったら仕方ないんですよね、みたいな気がします。だからそういうことを共有した方です。じゃないですか、僕は日本の正確さとスピード感、両方大事にしていて、それを自分という人間の武器として、この大変な世の中を戦っていきたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。次の動画もぜひ見てください。以上、パクでした。アンニョン。